おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこのヤフオク100万円で買ってきた FD。 約20年放置されてた割にはそんなにね状態悪くないんですよ。塗装は剥がれてたりするし、ところどころ錆びが出てたりとかもあるんですけど、そこまで状態悪くないです。ただ部品を外してみたら中の方が錆びてるとか、そういうのがあったりするかもしれないなと思って。あとドアの部品とかもこのゴム類とかは多分変えなきゃいけないので、どこまで部品が使えるのかとか、どこは再使用できそうなのかとか、そういうのを把握するために外装部品バラバラにしていきたいと思います。よし、それじゃあまずは前回りから外していきましょう。ボンネットが最初かな。でかくて邪魔になりそうな部品を先に外しちゃう。ウォッシャーのホースを外して、ボンネットが落っこちて傷にならないようにここのガラスのところにタオル入れといて、であとは留めてるネジを緩めるだけ。寝かせて、うわぁ、ボンネットでかいな。よいしょ。ボンネット取れました。次フェンダー外しちゃいます。あ、外れろ。よしよしよいしょ。塗装されててソケットが入らない。よいしょ。塗膜の厚み分だけナットがねでかくなってます。ドアの中の方にもボルトがいるのでこっちも外します。よし、取れた。お、ちゃんとフェンダー裏側まで色塗ってある。あ、すげえ。表側の丸ペンじゃないんだ。中までちゃんと塗ってあるんだ。珍しい。反対側も同じように外していっちゃいます。あ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。こっちの方が錆びひどいな。ラスペネを先に塗ろう。手遅れ感は満載だけど、浸透するまでの時間が置くことできないけど、塗らないよりはマシでしょう。頼む、緩んでくれ。ドアがね全開に開かないっていうのがちょっと残念だよね。よいしょ。外したフェンダーの中はこんな感じでした。結構車高を落としてた車だからハーネスとか損傷してたら嫌だなと思ったんですけど、とりあえず大丈夫でもないのかな。まあこれは大丈夫でしょう。パッと見たところ大丈夫そう。ハーネスの損傷とかはなさげですね。で、錆も全然ないですね。かなり状態がいい感じです。で、丸ペンした時のミストでちょっとこのフロントピラー、フェンダーの中が、色が飛んでる感じですけど、そんな気にならないかな。この辺がね、ちょっと錆び出てるかなって感じ。ボンネットのヒンジがつくところ。これネジがガビッガビになってました。これすごいでしょ。錆びてポロポロ剥離してくるような感じの錆びです。このぐらいかな、ひどかった錆び。あとは点錆びみたいなのがポツポツ出てるんですけど、この辺はねもう削って塗装しちゃえば全然問題ないと思うので、思ってたより状態良かったです。
反対側も同じ感じですね。錆はそんなにひどくなかったです。こっちもハーネスの損傷はなし。先に部品外し始める前にラスペネ吹けるとこ吹いといた方がいいね。染み込むのに時間がかかるから。何が止まってたネジかもわからないけど、とりあえずかけておく。これ牽引フックだな。でこれホーンでしょ。ヘッドライトのボルトとかいろんなものを止めてるネジ類、やばそうなやつ全部かけておく。せっかくだから足回りのハンドルロックしちゃった。せっかくだから足回りの部品もね、全部ボルトとかにはラスペネかけておきます。結構ねサビサビなんですよ。ジムニーと比べるとどうだろう。ジムニーの方がひどかったかな。同じぐらいかな。19年屋外放置されてたって考えるとまだ状態良さそうな気はするけど、エンジンのボルトにもかけとこっか。どのみち後で外すんだから。ちなみにね、もうここオイル漏れとかしてたりするんで、もともとオイルは持ってるエンジンです。ラスペネかけたからオイル跡がついてるとかそういうわけじゃなく、もともとオイル漏れしてるのはチェックしました。どのみちエンジン全分解になると思うので、そんなにオイル漏れがどうこうとかあんまり気にしてないです。ラスペネが浸透するまでちょっと時間かかりそうなんで、その間に先にフロントドアばらしていきます。よいしょ。もう内張りね、化粧パネル、これもうすでに割れてます。だからあまり外すのも気にして壊さないようにとかあんま気にしなくてもいいかもしれない。屋外放置だからね、経年劣化、紫外線でバッキバキになってるんですよ、プラスチックみんな。よいしょよし。うわー、スポンジがボロッボロ。スポンジパッキパキです。パッキパキ。いた、8ネジがいた。こんなところにあったのか。危ない、力ずくで行ってしまうところだった。来たね来たね。よし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 。取れた。この窓ガラスのスイッチの中に隠しネジがいました。これなんでブチルが出た。ベタだ。うわ、ブチルは後回しにして外せる部品外しちゃおう。とりあえずドアのロックスイッチ、写真撮っとこう。写真初めてバラす車分かんなくなるから。こっちがスピーカーね。スピーカー外していきます。パイオニア、車外のスピーカーに変わってるっぽいです。コーンとかは破れないですね。このまま使えそう。次はドアハンドルを外して防水のシートが外せるのかな。うざいな。うわブチルが。ガラス上下しないといろいろと他の部品外せなそうなので、バッテリー直でモーター動かしたいと思います。大丈夫だね。これでどっちかにつなげば上がる、どっちかにつなげば下がる。
ほらワイパーモーターとどめさしちゃったかも。動かなくなっちゃった。うんともすんとも言わなくなった。ほらバッテリー上がったかなと思って他のバッテリーに変えたけど反応なし。ガラスのモーター終了でございます。最後ガラスを下げて死んだね。ああ、こんな中途半端なところでモーター死んじゃって外すの大変だぞ。仕方ない。ガラスも動かなくなったとなったらもうガラスレール外して無理やりいきますか。とりあえず、ガラスレール、そしてウィンドウモーターなどなどガラスを留めてるネジを全部外してフリーな状態にしてちょっと持ち上げてから今度ガラスをレールに留めてるネジを緩めます。そうしないとボルトにアクセスできなくなっちゃった。このワイパーモーターとレールを止めてるネジ緩めたからこのレールがね自由が利くようになったんでこの中にあるガラス止めてるボルトにアクセスできるようになりました。これで少し浮かすことができるかな。よし、かかった。これでボルトが緩めれる。よし、これでガラスがおお、来た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 。いけるかいけるか。よしよし、いい子だ。取れた。ガラス取れました。よいしょ。僕がとどめを刺してしまったワイパーモーター。ワンチャンバラしてグリスアップとかし直せば復活したりするかな。ちょっとその辺も期待。後々ちょっとチェックしてみたいと思います。じゃん、アウターハンドル取れました。一応ハンドル自体まだ壊れてないからちゃんと使えます。なんかね、経年劣化でここのプラスチック部品が割れて使えなくなる車が多いみたいです。よし、ドアロックアクチュエーターかな、確かそんな名前でよかったはず。ちょっと塗装が飛び散っちゃってますね。掃除すれば問題なく使えそうかな。よいしょ。うい、取れた。よし、ここまで外れればもうドア外れたも同然。あとはここの配線外してこのボルトを外せばドアが外れます。ゆるいな。ゆるいな。マジか。ちょっと怖いな。長期眠らせてた間にボルトが緩んだってことにしておこう。アウターハンドルも閉まってなかったしな。よし、取れた。よし、よっしゃ、取れた。意外に難しかったな、松田。ドアはね、結構重いですね。重い。しっかりしてる。よいしょ。運転席側は割とうまいこと作業ができるんじゃないかな。助手席側でね、かなり練習したからどこに部品がついてるかとかもなんとなく把握できたし、こっちはサクッと済ませれると思います。とりあえず外せるだけ外していきたいと思います。よし。そっか、こっちエアコンタクトついてんだ。ミラーとかのこの集中スイッチだけじゃなくてエアコンダクトも余分にあるんだね、こっち。そっか、こっちこれがない。あれ、意外と助手席と作り違うんだね。面白い。
お、外れた。したら今度はモーターダメにしないようにちょっとだけ下げます。ビーンって下まで動かさない。動かないね。うんともすんとも言わない。わお、びっくり。こっちはすでにモーターが死んでいる。お前はもう死んでいる。よし、ガラスレール。よし、反対側のガラスレール。これでガラスは少しフリーになった？全くならない。全くならない。参ったなこりゃ。完全にこのモーターは死んでて、でこのドアの真ん中にこのねレギュレーターのこのレールというかレギュレーターがあって、それを支えてるのがこの上のボルトです。これね、ボルトがこう向こう側から出てきてナットで固定されてたから、このボルトをね向こうに落とさなきゃいけないんですよ。レギュレーターに固定されてるボルト、一体もののボルト。ただガラスの内側のここの取り付け部分、これがここにいるんで、レールがねそっち側に行かないんですよね。困った。この鉄板を引っ張りながらだと逃がせるか？いけるか？この鉄板を手前に引っ張ってその空いた隙間に落とし込む作戦です。これでよいしょ。落ちた。ボルトが抜けた。そしたらこれレギュレーターを抜いて、ガラス落っこちそうで怖いな。よし、ちょっと待って。手離したらガラス落ちるから、先にレギュレーターを抜いちゃいますね。取れた。ほんでこれでガラスが抜けるね。いいじゃん。よかった。ガラス破損せずに外せた。外れました。よし。あとはこの辺のゴム部品とかも外しちゃって。ダメだね。完全に錆びて回らない。よいしょ。仕方がないのでネジの頭を削って吹っ飛ばします。外れたような気もする。もうちょっと。取れた。よいしょ。もう完全に錆びてかじっちゃってます。ハーネス忘れてた。危ない。ブチーンやるところだった。よし。よっしゃ、外れた。はい、ということでドアまで分解できたので結果報告。この車の今の現状をお伝えいたします。とりあえずドアこれ交換されてますね。この車の元々のドアじゃない。この車ね、丸ペンされてるんですけど、元の色はね白なんですよ。このサイドシールのところ見てもらうと、丸ペンした色は青で、元のボディカラーは白
なんだけど、ドアを見ると、ほら、赤ですね。赤いドアに交換されてます。で、このドアの真ん中とか、この辺はこう、黒く塗って、周りは青で塗装したみたいな、そんな感じになってます。で、これ、ドア交換された理由、なんとなく予想はつくんですけど、こんな感じで、リアフェンダー、板金されてて、パテついてってなってるんで、多分これ側面の事故で、フロントドアは交換した方が綺麗に直せる状態だったから、ドア交換して、で、リアフェンダーは板金で直して、っていう感じなんだと思います。はい。だから、ドア交換。でも、ドア交換自体はね、特に問題ないんですよ。もちろん綺麗に直ってれば、何にも問題ないので、大事なのはね、そこじゃない。塗装。そしてマスキング。このね、外側の塗装はね、割とこう綺麗なんですよね。この辺の塗装とか、ほら、こういうところとか、いわゆる見える部分はね、綺麗なんですけど、見えなくなる部分の処理がね、めっちゃ雑なんですよ。わかるかな。この辺とかもほら、色ちゃんと入りきってないじゃないですか。で、マスキングもちゃんとしてないから、ほら、ゴム部品が、こんな感じでこう塗られちゃってて、もうね、これゴムだから塗装つかないからこうパリパリ剥がれてくるんですよ。ほら、こんな感じ。もう指でこするとパリパリパリって、もうこんな状態になってました。これね、見た目悪いからこれ剥がすつもりでいるんですけど、これめっちゃ剥がすの大変だと思う。フロントドア、こんな感じになってます。これピラーのところはね、多分室内に見えてしまうから黒く塗ってるんだと思います。これ純正なのかな、この塗り方は。で、ドアの下の方に来て、こういう感じです。あ、そうだ、ここのストライカーも塗られてましたもんね。これね、色飛んでて、で、ネジの頭も塗られてて、そういうのもあるんで、マジでこの塗装を剥離する作業、すごい時間かかると思う。そして場所が変わって運転席側。こっちは純正、新車の時のドアのままだと思います。白いドアに青で丸ペンした感じです。あ、ここドアの内側、色流れてますね。ダラーンと。ドアの前側のここは同じようにこう色が塗られていると。で、ところどころ色が入ってないと。これね、意外に見えるんですよ。ドア開けるとこの辺って。見えるところなんですけどね。ちょっと残念な感じになっております。で、まだね、このぐらいならいいんですよ。このぐらいなら、まだ直すの楽。もっとね、ひどいのがあるんですよ。やっぱりね、表側は綺麗にちゃんと塗られてるんですけど、この見えなくなる部分、ほら、ここ。フェンダーの取り付け部分とか、この辺の塗装がね、全部パリ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 剥がれてるんですよ。密着してないんですよ。ほら、ほら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 。こんな感じ。塗装の足付けが甘いからかな。こんな感じでね、剥がれてきちゃってるんで、これね、そのまま塗装するわけにはいかないですね。この辺うまいことごまかしてこっち側がそのまま色塗ったとしても、結局こっちの青いのがくっついてないから全部剥がれてきちゃうんで、これ全剥離ですね、塗装。全剥離。もう剥がせるところは全部剥がすような感じかな。純正の白い塗装は平気だと思うんですけど、この塗られてる青いやつは剥がせるだけ剥がさないと、後々の不具合につながる可能性があるので、ちょっと大変かもしれないぞ。今回はマジでやばいっすよ。ボンネットのヒンジもね、塗装パリッパリでした。ほら。足付けしてないっすね、多分ね。剥がすと、ペーパー当てたような跡がないので、多分そのまま塗ってるんじゃないかな。綺麗に剥がれた。すげえ綺麗に剥がれたけど。
むしろこのぐらい簡単に剥がれてくれたら塗装剥がすの楽かもしれない。うお、めっちゃ綺麗に剥がれた。足付けされてないですね。もう白い塗装がツルッツルピカピカの状態で塗られてるみたい。このね、フェンダーとドアがついてたこのヒンジあたりとかもこう見てもらうとガッサガサなんですよね。わかります？このサンドペーパーになってるかのごとくこうガッサガサなの。こういう感じにもなってたりするんで、いやーマジで今回の塗装は大変だと思う。でも楽しみ楽しみっちゃ楽しみめんどくさいのはめんどくさいんですけど、やりがいがあるからね達成感もあるからねきっちり仕上げたいと思います。ちなみにバンパーは前後ともに車外の FRP バンパーで結構ねもうバッキバキだったので、こっちはねもう使うんだとしたら全面やり直しかな、 FRP 貼り直し、縦付け直しみたいな、そんな感じになると思うんで、バンパー類の塗装がどうこうはもう気にならないです。直すんなら総剥離になると思うんで、はい、こんな感じでございます。ただこのバンパー使うかどうかはオーナーさん次第なので、今のところ未定でございます。もしかしたらバンパー違うのに変わるかもしれないしね、直すとしたらちょっと大変だと思う。もうこんな感じでね、クラック入ってバッキバキ状態。バンパーの下側ももうひび割れでこんな状態だから、これは剥離して FRP 貼り直してって、インプレッサの作業をやった時みたいに、粉まみれになりながら、全身チクチクするのを我慢しながら、そういう作業になると思うので、まあでも使うとなればきっちりとそれはもう作業やりますのでご心配なく、直すとなればちゃんと直します。そして今回外した部品たちはこのような感じで、コンテナのカゴに入れて、保管しておきたいと思います。部品はねどっちがどっちか分かんなくならないように、右のドアのやつには R って書いたり左は L って書いたりして、このカゴにこういう風に入れて、部品保管という形で、これね野菜とかこう果物入れるためのコンテナのカゴなのかな。これねめちゃくちゃ便利なんですよ。こうカゴをね重ねて保管することができるから、部品入れてこう積んでおけるんで、こんな感じにして、このガレージの2階の部品庫に保管しておきます。このカゴはねマジで部品保管におすすめだと思う。めっちゃ便利ですよこれ。そしてあと外装部品で残ってるのバックドアなんですけど、バックドアねこのガラスが絡んできちゃうんで、今回バックドアは作業をやらずにちょっと後回しにしたいと思います。これねはめ込みじゃなくてガラスのりで接着されてるガラスなので、ガラス屋さんに外してもらう予定でいるので、フロントのこっちのフロントのガラスと同じでガラス屋さんに外してもらうから、ちょっとねバックドア外しちゃうと作業やりにくいかなと思って、これはね後回しにしたいと思います。はい、ということで今回この FD の外装部品を外して塗装の状態、サビの状態がなんとなく分かったと思うんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっとひどいね。塗装が大変そうだね。この車買ってきた段階だと経年劣化でクリアが剥がれてる程度だから、さーっと削ってサフェーサー入れて塗ればいいかなみたいな。へこんでるところはパテつけて補修してサフェーサーで塗装すればいいかなみたいな、そういう軽い気持ちで考えてたんですけど、ちょっとね見えないところの塗装の剥がれとかマスキングの処理の甘さとか、そういうところがちょっと大変な感じがする。これはね時間かかりそう。でもここ最近塗装に飢えてたんで頑張ります。逆にね楽しみが増えたと思えばいいような気もするからね。今回のこのシリーズは、より深くやっていきますので、ぜひ今後の動画もご期待ください。今後の動画の続きが気になるよという方はチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。